この映像はガチ見る価値あります。 OK この番組は何カチ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 の提供でお送りします。はい、ということで今からは歌の紹介、レビューをするつもりなんですけど、いや最初の曲があなたは夏メロでしたよね。そうですそうです、あなたは夏メロです。僕はラプンツェルだと思ったんですけど、結構言われます。そうそれは結構言われます。あなたは私の夏メロ。自分の曲ですか？これは私の曲ですね。これは自分が作詞作曲した曲で、いつ作ったんですかこの曲？この曲は、出したのが、自分が19の時なんで、書いたのは18の時ですね、18歳の時。でもまあすぐですね。そうですね、最近、全然最近です。この曲はちょっとタイトル通りあなたは夏メロって言って、音楽の力によって時が経つにつれて、10年20年経った時に、10年前自分が高校生の時の思い出とかって多分どうしても色あせていくっていうか忘れていってしまうと思うんですけど、そういう記憶ってきっと音楽とかそういう記憶以外の五感が引き金になって思い出すことってすごい多いと思うんですよ。で音楽ってすごいそれがそういう力をすごい持ってるんじゃないかなって私は思ってて、中学校3年生までオーストラリアに私いたんですけど、こうやって高校から日本に来て、その自分の幼なじみの子たちと4年ぐらいその時点で会ってなかったんですけど、4年5年会ってなくてもやっぱり当時一緒に聴いてた曲とかって聴いた瞬間にもうすぐその瞬間に戻るんですね。中学生の時とか、どんだけ日本でこんだけ生活して日本に染まったとしても、その曲を少し聴いただけで、なんかちょっとオーストラリアにいたことをちょっと前世に感じる時もたまにあるんですね。結構なんか環境が違いすぎて、でもその曲を聴いた瞬間もう一気に、昔の自分じゃないけど、自分のルーツを思い出せるなっていうふうにすごいずっと思ってて、で、その時に自分もいつか誰かの夏メロというか、誰かの記憶の一部というか思い出の一部になりたいな、これが私のきっと音楽の、音楽をしたいと思う根本的な理由だろうなって思ってこの曲を書きましたね。あなたは夏メロはだから聞く側はもしかしたら恋人かもしれないし、友達かもしれないし、家族かもしれないし、でも会いたい人に今すぐ会えなくてもこの曲を聴いたらあなたと、一緒にいる気分になるよっていう、そんな曲になっていますね。自分にとってはなんかその時のなんか思い出全部ですよね。そうです、全部自分の人生の中のその幼い時の記憶だったりとか全てをひっくるめた曲になってます。はい、確かに。僕も本当に、小さいな時の音楽を聴いたら今もすぐその時期のいろんなことが出るから覚えているから。歌詞にもでもここ1分4秒で始まるって歌詞あるんですね。それも自分がしっかりオーストラリアの時に友達にみんなが歌ってくれたお別れ会の時の曲、1分4秒でサビが始まる曲だったんですけど、それを入れて。細かいですね。細かい、やること細かいそれがいいんですよ、自分のものだから。あの夏を思い出させてくれる。では次はラプンツェル？次はラプンツェルですね。そうですね。ラプンツェルに関してはユーリーさんが作詞作曲をしてたんですけど、それが決まったのがそもそもユーリーさんが主催した、なんかコンテスト、アプリのコンテストですね。で1位になった人は自分が審査して決めた人に楽曲提供するっていうようなコンテストだったんですけど、それにはもう決まってて、その翌年の夏ぐらいには。ただ私自体が自身がラプンツェルを聴いたのは夏メロの後ですね。リリース後ですね。だけど出るってことはリリース日とかも全部決まってたんで、その前にただやっぱり一作品目は自分が書いた曲を出したいなっていう自分のわがままだったんですけど、それで一応記録上やっぱいつになって戻る1曲目なんだろうと思った時に夏メロであってほしいなと思って夏メロを出しました。やっぱりシンガーソングライターだから自分の断りがあるんですよね。なんか一番最初は自分の曲がいいと思って、もちろんすごい嬉しかったんですよね。ラプンツェルじゃない時も素敵な曲だったんで嬉しかったんですけど、1曲目は自分の曲で、そこで次に並ぶラプンツェルがいいなっていうふうに自分で思ってましたね。
それも自分のキャラクターになるからいいと思います。自分の音楽について。あなたの好きな人になりたい。ではラプンツェルの時にはユーリさん、はい。どうでしたか？ユーリさんは。もうすっごくレコーディング、オーディションの時からなんですけど、オーディションの時から、レコーディングからすごく丁寧に優しく接してくださって、でレコーディングの時も結構緊張してたんですけど、すごく的確にアドバイスとかしてくださって、で歌ってくださったりしたんですね。レイとかでこうやって声出すんだよ、その時の発声というか声量がすごくて、19の私はちょっと一瞬ビビりましたけどでもやっぱプロの力ってこういうことなんだなって、その時に自分の中でも一つのなんだろうな、ターニングポイントではありましたね。やっぱり自分の未熟さを感じる瞬間でしたね。プロの声量が違うなってやっぱりすごい実感して自分の足りないところがやっぱり明確に見えた作品ではあったんで、すごいそこをきっかけにちょっと発声とかもやろうと思ってなったんで、すごいいい経験を与えてくれたなっていうふうに思ってます。僕はラプンツェルを聞いて、これめちゃくちゃユーリさんの曲だなと思ってそうですね、やっぱりメロディのつながりが、絶対ユーリさんの曲だなと思って。ユーリさんは読んだことありますか？歌ったこと？あります。やっぱ。I say goodbye, bye bye 私の。次がらしくないよね。らしくないよねが出た日が僕の誕生日です。すごい、おめでとうございます。いやすごい偶然。これはミュージックビデオに出ました。初めて自分が出ましたね。はい、そうです。どうでしたか？いや、めちゃくちゃカメラ慣れしてなかったんで、なんで私が出るんだろうってすっごい申し訳なくなりましたね。やばいでしょみたいな感じだったんですけど。俳優さんもいました。女優さんと俳優さんしっかりいて、めちゃくちゃいい名演技してくれた後に私の大根なんか演技みたいなさらされたんで、ちょっとあれだったんですけど、それもいい経験というか。でもこれはラプンツェルのなんか話つながり曲はなんか一応つなげようって話は実はあったんですよ、裏テーマとしては。やっぱりラプンツェルのアフターストーリーじゃないけど、ラプンツェルはどっちかっていうとやっぱ片思いの女の子の曲で、振り向いてほしいよっていうピュアな心を歌ってるんですけど、らしくないのはどっちかっていうとラプンツェルの先の話で、ラプンツェルに出てくる女の子の登場人物は同じ子だけど、その子がじゃあ実際に付き合った時にどうなるのかっていう、ちょっと別れの曲にはなっていて、結構歌詞の部分ではそこを意識しましたね。次がプレゼントですよね。そうです。これはどんな思い出？これはちょっともうラプンツェルともらしくないよねとも切り離して書いた曲なんですけど、これは実は裏テーマが結婚ソング、ウェディングソングで、私のすごい親しくしてくれてた幼なじみのお姉ちゃん的な人がいて、実際にお姉ちゃんではないんですけど、めっちゃ仲良くして面倒見てくれてた方がいて、オーストラリアの時からずっとその方がちょうど結婚して双子ちゃんを出産したんですけど、その時に同じ年だったんで、それを何かしらの形で自分もちょっと残したいなと思って、結婚ウェディングソング、家族をテーマにした曲を書きたいなと思ってプレゼントを書きました。でなんか結構キャッチフレーズが今世紀最高のプレゼントが結構自分がこだわったフレーズだったんですけど、その今世紀最高のプレゼントが双子ちゃんだったり、生まれてきてくれた旦那さんだったり、彼女が自分自身で掴んだ幸せが今世紀最高のプレゼントだなっていうふうに思ってプレゼント。そうですね。だから奇跡という言葉が出たんですよね。奇跡とかも。今度次がグッバイバイ。グッバイバイです。
これはまあ動画で話したんですけど、やっぱ愛と愛で愛と英語の愛が一緒だから、それで考えたんですか？結構めちゃくちゃこれまた自分のことになっちゃうんですけど、私オーストラリアに行った時に名前が AI 愛なので、結構まあ一人称も愛じゃないですか、愛普通にI live とかI love とか目も愛 EYE で、だから結構名前聞かれた時に名前はって言われた時に愛って言ったら愛って書かれたりとか、こっち冗談で書かれたりとかっていうのが結構あったんですよ。だから結構なんかもう自分でもあだ名的な感じで愛っていう言葉に対していろんな言葉がもういろいろとポップアップしてて、でその時にやっぱグッバイバイっていうのは、まあ、曖昧な片思いの曲、でまあ、付き合ってるのか付き合ってないのかもよく分からないような2人の関係を描きたかったので、まあ、ちょっと目が合う瞬間って恋の始まりだなっていうふうに私はすごい思ってて、なんか誰かと目が合った瞬間に愛を感じるというか、何かしらの感情を感じる人が多いなって、まあ、せめて私はそうだなと思ったんで、なんかそこをかけたいなっていうふうに思って、恋愛の愛と目が合う瞬間ってやっぱ何かしらとつながってるんじゃないかなってずっと思ってて、ちょうど言葉としても韻も踏めるしいいなと思って書きました。今日も高まってるの最近はい。I need you love、 そうです。I need you love。それは前の愛は2つの意味ですか3つですか？最初の漢字の愛ですか？うん、3つありますね。やっぱ3つありますね。3つですありね。ます。 I need your love やっぱ結局愛、自分の愛自分のと愛名前の愛名前の愛とと恋の愛ですね。恋の愛やっぱ、だから全部need you loveをつけても言葉になりますよね。なりますね。正直グッバイバイで愛と愛が結構フックになったっていうのを、まあ、自分でも感じてた時に、なんかちょっと運命に感じたんですよ、自分に対して。なんかあんまりそういうの信じるタイプじゃないんですけど、やっぱりまあ親がつけてくれた名前愛にやっぱり何かしらと縁を感じて、その時に、まあ音楽を通して人に愛を届けたいっていうのはずっと思ってたことではあったんで、なんかそのテーマをちょっと貫きたい、通したいなっていうのが一つの原因でもあったりして、ワードプレイとしても入れたいな、タイトルに入れたら面白いだろうなみたいな風に思って入れましたね。ちなみに曲を作るときに手は歌詞から作るのですか？結構私同時派なんですよ。同時にグッバイバイとかはサビから同時にコードをジャーンって弾いて、英語のフレーズ Be by your side Be by your side で言って、会いたいはなんか違う変な英語の言葉入れてて、後から日本語に書いて会いたいはにしたんですけど、ってやって作ることが多いんですけど、 I need your love はメロディーから作ってます。サビのラーを最初に弾いて、これサビにいいじゃんと思ってから後から歌詞をつけましたね。では曲はその時だから、まあ、今まで何曲か作って今持っている曲も持ってます。ではいつか全部出す？全部出したいですね。全部出したいです。それは。では今からは全部新しい作った曲ですか？グッバイバイと I need your love は、そうですね、今年書いた曲でストックから出してるものではなくて、結構プレゼント以降プレゼント出したのがまあ去年になっちゃう、去年の夏かな、1年ぐらいグッバイバイと、まあ、ちょっと合間が空いてて、その間はちょっと曲があんまり書けなくて、自分が全然いい曲、自分自身もなんか書けたっていう実感がないまま1年間が過ぎちゃって、で久しぶりにパッてかけたのがグッバイバイだったんで、その直後に I need your love をちょっと書き下ろしてっていう感じで、今は全然書いてますけど。では最初にテーマを決めて作るのですか？なぜなら僕が何か書いたいものをまず考えてするのですか？曲のテーマ？曲のテーマは正直グッ
バイバイに関しては、うん、曲かけてなかったんでずっと、もうテーマもあれもなかったんですよ。なんか言われなくなりましたし、なんかこういうの書いてっていうのも全然書けなかったんで、だからなんか特に自分の中でもこれが書きたいっていうテーマもあれもなかったんですけど、リアルなものを書きたいっていうのをずっと思ってたんですね。結構なんかドラマとか映画とかでも、なんか最近リアルなものが受けてるなって思うんですよ。なんかハッピーエンドじゃなくても結構リアルなものが多いなと思って、なんか別れちゃった結局とか、でもきっと今の子たち、私も含めての心が動かされるのって何かしらとしたファンタジーとかじゃなくて、きっと現実味のあるストーリーだったり曲だったり、自分が共感できるものだったり、自分の身近に感じるものが人が表現されているものにきっと感化されたり、自分もこうだわって感じていい作品ってきっと思うことが多いんじゃないかなと思ってて、だからなるべくリアルなものを届けたいなと思って書いたのがグッバイバイです。これテーマはもしかしたらリアルな恋愛だったかもしれないです。もう簡単に言ったらなんか曖昧な関係ってきっと多いと思うんですよ。あんまり言えることじゃない、友達とかにこういう関係今気になってる人とこういう関係なんだよねって言えるような関係じゃないからこそリアルだなっていうふうに思ってて、きっとそれって抱え込んでるもので、人に話せる関係ってきっと誰かに発散できるから、そこまで一人で抱え込むことってないと思うんですよ。付き合ってるとか、片思いとかって。でもやっぱりそういうなんか人にちょっと言えない関係だからこそ、ちょっと自分の中で押し殺してしまう感情ってすごい多いと思うので、グッバイバイとか I Need Your Love は結構それを意識します。曲を作るときになんか影響をもらえる、ところもらってますね。結構人の話、周りの人の話だったりとか、母の恋愛、過去の恋愛とか結構自分は参考にしたりしてます。あとは友人だったりとか。音楽じゃなくてなんか普段趣味とか趣味ですか？ちょっと音楽だけするの？音楽はもう結構音楽ですか？してますけど、でも私散歩も好きですし。考える方ですね。やっぱ散歩好きですね。でも方向音痴なんですよ。から知ってる道しか絶対歩きたくないんで、自分の最寄りから家から最寄りが結構遠くて、結構歩くんですけど、そこの道を永遠と往復してます。絶対自分の体が覚えてる道じゃないと嫌なんですよ。忘れちゃうから。僕も本当に、音楽をするときにいろんなことを考えながら散歩するのが好きなので、散歩のゲームを知っています。散歩のゲームあるんですか？任天堂にあります。ピクミンという。ピクミンなんか聞いたことありますよ。聞いたことあります。ピクミンというゲームがあって、ちょっとめちゃくちゃ知っています。結構面白くて、なんか散歩したら、ポケモン GO みたいにいろんなところにいろんなピクミンをもらえるのができるんです。実際になんかカフェではカフェのピクミンとか、だからそれを集めるのが面白いからいろんな場所に行って、それあれピクミンしたいのか散歩したいのか分からなくなりました。いろいろ話したんですけど、来年はやっぱりもっと曲を書いてそれを発表できたらなっていうふうには思ってますね。やっぱりそれが自分の今できることだなと思ってるんで、たくさん今よりも、グッバイバイね好きって言ってくださってる方がいてすごい嬉しいんですけど、グッバイバイ以上に何かいい曲をもっともっと書いていきたいなっていうのが今一番来年やりたいことですね。結構聞いてくださいましたもんね。でも韓国はすごいこの前の路上ライブで行った時にすごい楽しかったんで、もうなんか全然飛びたいなって感じですね。来たら聞いててくれて本当にありがとうございました。ちょっともっともっと韓国の皆さんに会える機会を増やせるよう頑張るんで、引き続き私の音楽を愛してください。ありがとうございました。富岡愛でした。はい、以上でした。バイバイ。人気なんですけど、なんか韓国で写真を撮るときにいろんなハトがありますけど、これとか知っていますよね。知ってます。ウサギハトが人気です。ウサギハト？はい、これです。だからこっちでハトで2。はい、ちょっと離れて。はい、それがいいんです。サムネイル用で。はい。サムネイルで。かわいい。そう。だから顔を
これがいいかな。まあ以上ですけど、します。はい。はい。OK です。